ロードバイク上級者におすすめしたい地味だけどめちゃくちゃ使えるアイテム5選ということでやってまいりました。はい。今回はですね、ロードバイク上級者と言いましたけれども、中級者、もちろん初心者でもですね、あるとめちゃくちゃ便利なものをですね、5つ紹介します。ありとあらゆる自転車用品をね、たくさん使ってきましたけれども、今回紹介していくものはどれもこれも一軍です。はい。ぜひね、見てもらえると、ああ、こんなのあったんだってものもですね、きっと見つかるかもしれません。それでは行きましょう。まず一つ目、キャニオンのベルです。ね、自転車って一応ね、この法律でベルつけなさいよっていうルールがあるんですけども、どこにベルをつけるか問題っていうのはですね、上級者になればなるほど悩みどころだと思います。はい。最初の頃はね、もうついてりゃ何でもいいやって人もいると思うんですけども、自転車にこだわりがある人はですね、やっぱり少しでもスマートに自転車を見せたいということで、ベルを取り付ける場所っていうのをですね、試行錯誤するんですけども、キャニオンのベルはですね、バーエンドキャップをベルにした形になっていて、まずデザインがめちゃくちゃスマート、ユニークです。バイクの外観を全く邪魔しません。おまけに重量もそこそこ軽く、取り付けも簡単、値段も安いということでですね、めちゃくちゃ使えるのがこちらのベルとなっております。とにかくバイクをスマートに見せたいって人にはですね、このバーエンドベルっていうのはとてもおすすめでございます。弱点を言うならですね、キャニオンのオフィシャルサイトでしか買うことができないので、ベル単体だと送料が結構する。関税も持ってかれるっていうところですね。おすすめの購入方法は、大きな自転車のイベントであれば、キャニオンって必ず出店するんですね。なので、その出店ブースで、たまにですね、置いてあります、キャニオンのベル、ポンと。そういったイベントでゲットするっていうのが一番おすすめの購入方法でございます。チャンスがあればぜひゲットしてみてください。続きまして、スラム E タップの充電器でございます。はい。こちら、ただの充電器じゃなくて、サードパーティーが出してる充電器ですね。僕もね、もう絶賛愛用しておりますけども、スラムが出している純正の充電器って本当に使えないんですよ。未だマイクロ USB を使っていて、しかも1個ずつしか充電することができません。そういう風に思ってる人が多分作ったんでしょうね。サードパーティーで Amazon でも購入することができます。このね、e-bike っていうメーカーが出している充電器でございます。これはですね、e-tap の充電器を2個パチンパチンと充電することができます。もうこの時点で神です。充電状況も LED で全部表示してくれます。神です。さらにですね、USB-C 端子です。100点満点ですということで、ここまでですね、もう欲しい条件はバッチリ整ってます。値段もまあね、アホみたいに高くないんで、結構おすすめでございます。で、さらにダメ押しの120点がなんと、こんな感じでですね、単3電池を入れることで、電池でね、駆動させることができます。万が一出先で、やべえ、バッテリー充電するの忘れた、バッテリー切れたってなった時でも、コンセント、またはモバイルバッテリーなかったとしても、コンビニで単3電池さえ買っとけば充電することができるといったものでございます。これめちゃくちゃいいと思います。スラムの e-tap ユーザーはね、結構マストバイじゃないかなと思っております。リンク貼っとくんでぜひチェックしてみてください。続きまして、マックオフのアルミシャンプーです。これですね、自分が結構愛用しているマックオフの、ここがね、アルミになっているシャンプーですね。これはめちゃくちゃいいです。マジで良かったですね。アルミが丈夫なんですよ、これ。非常に丈夫なので割れません。これがめちゃくちゃいいです。プラスチックのボトルって結構ね、雑にポンって置くだけで、そこが割れちゃったりするんですよ。僕も何回もやってるんですけど、こちらはですね、アルミの媒体になってます。こういうね、スティック状の粉を入れてですね、で、水で溶かしてバイクシャンプーにするっていったようなやり方でございます。これめちゃくちゃいいです。はい。かなり気に入っております。で、こういうですね、シリコン製の台みたいなのもついてて、結構ですね、安定感もあります。とてもこうサスティナブルな感じでいい感じですし、デザインも質感もすごくいいし、バイクシャンプーを使った後のね、ゴミがなくなるのもとても良いなと思ってます。弱点を言うならば、最初がちょっと高いです。粉とかついて、もろもろついて7、8000とかかなって確か買いましたけども、やっぱり初期投資は結構高いんですが、長い目で見れば、ランニングコストはね、かなり低く抑えられるんじゃないかなと思います。何よりですね、このバイクシャンプーのこの底がこう割れたりしてダダ漏れになっちゃうみたいな、そういうですね、ことが起こらないのが個人的に一番気に入っているところですね。ということで、マックオフのバイクシャンプーでございます。こちらもね、リンク載せておくので、よかったらチェックしてみてくださいね。
さあ続きましてですね、ボントレガーが出しているスイッチレバーツールという商品になります。これはですね、何かというと、ロードバイクとかね、グラベルロードのスルーアクセルの軸にね、パチンってつけるレバーでございます。これは地味だけどめちゃくちゃいいですね。特に輪行とかしょっちゅうする人なんかはね、結構マストバイでいいんじゃないかなぐらいでとてもいいです。スルーアクセルって六角レンチを刺してこうくる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 回してホイールとか外すと思うんですけども、この六角レンチを持ってかなくていいっていうことですね。基本的にはバイクにパチンと取り付けるだけで OK です。普段はねつけっぱにしておいて、何かね外す機会がある時にくるくる回してあげるとかするととてもねいいんじゃないかなと思います。六角レンチのね 6mm のやつって結構ごっついので、あれを持ち歩くのって重量もそこそこあるので結構大変なんですけども、このレバーがあれば常にねバイクに刺しておくだけで必要な時にねホイールを外すことができるっていうのがとても便利です。使わない時はねスッと抜けるので、基本差しっぱでも全然こう見た目が気にならないっていうのが個人的に好きなところでございます。これはトレックのオンラインストアでも購入することができます。単品で、よかったらチェックしてみてください。そしてもう一つはですね、レーダーですね。レーダーやっぱいいね。これまたねトレックのやつになっちゃうんですけども、最近トレックがねレーダー出したんですよ。このレーダー今現存するレーダーの中で多分トップクラスで一番性能がいいですね。バッテリー持ちもかなり良い。各種サイコンとペアリングがちゃんとできます。最大ね2キロ先からですね視認することができるフラッシュパターンも搭載していて、90ルーメンだっけな、めちゃくちゃ明るいです。でバッテリーの状況もですね、横にですね LED が入ってますので結構ね明るい緑色で表示してくれるので、バッテリー状況も一目でわかる。当然防水仕様になっていて USB Type-C で充電することができると。でデザインも結構シンプルでそんなにごつくない、割とコンパクトなデザインになっていて、個人的にはかなり気に入ってますね。でトレック感が少ないのもいいですね。トレックみたいなドーンって書いてあったらちょっとやっぱりトレックバイクユーザー以外はなんかあんまりこうつけたくないって人出てくると思いますけども、トレックっていうロゴがですね全然目立たなくて、これもなかなか良いポイントだなと思います。アントプラスでね互換性があって様々なバイクに取り付けることができますし、自分はですねボントレガーのサドル結構好きで使ってるんですけども、ボントレガーのサドル使ってる人だったらスマートにカチャッと取り付けることができます。めちゃくちゃバイクがスマートになります。サイコンを持ってない人でもですね、スマホから後続車のね状況を確認することもできます。これめちゃくちゃいいと思います。レーダーっていうのは別になくてもなんとかなるんだけど、あったらいいなっていうものの中では結構トップクラスで君臨するアイテムだと思います。車が来るぞ、車がしばらく来ないぞっていうこの情報があるだけで結構ライドにすごく余裕が生まれます。景色なんかもね、例えば全力で楽しむことができますし、練習だったらね、集中して練習もすることができます。レーダー一つあるだけで仲間とね、情報を共有することもできるので、グループライドなんかでも一人ね、レーダー持ってるだけですごく安全性も一気に高まりますし、安心感っていうのをですね、周りにこう共有することができるっていうのはとてもいいことだなと思います。和風のサイコンとかね僕使ってますけども、音をオンにしたりオフにすることもできます。街中なんかでさ、車がバンバン来る環境でピー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 なったらうるさいじゃないですか。そういうところでは基本的には音はオフにして、郊外とかね結構田舎行った時にたまに車が後ろから来るみたいなシチュエーションの時は音が鳴るように設定をすれば、自分にとっても周りにとってもですね結構安心感与えられるんじゃないかなと思います。ガーミンとかブライトンも出してますけども、個人的には現状で最強なのはこのトレックなのかなと思います。ということで今回はですね、ロードバイク上級者におすすめしたい地味だけどめちゃくちゃ役に立つアイテム5選ご紹介させていただきました。下の概要欄に全部ねリンク載せてますので、よかったらチェックしてみてください。では今回の動画は以上です。お疲れ様でした。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。